こんにちは。皆さんお元気ですか？今日の動画は近所にあるコイン洗車場に行ってきた動画です。いつも混んでるコイン洗車場でして、いつもスプレー洗車機や吹き上げスペースが満車なんで諦めているところです。今回は午後にオイルとタイヤを交換しにタイヤ屋さんへ行くんで、午前中に洗車してきれいにしてから行こうと思い、洗車場がオープンしてすぐの時間に来た次第です。国分寺市の人口は約13万人いるそうなので、車を所有している人々の数も相当数いると思われます。ガレージ持ってない人も多そうだし、外で洗車する必要のある人も相当数いるから、休みの日の洗車は大変です。まあこの時間なら空いてるだろうし、まだ少し涼しいので洗車するにはちょうど良いのではないかな。おや、すでにたくさんの車が来ているじゃないか。吹き上げスペースはすでに満杯ってどういうことなんだ。スプレー洗車機が2台分空いているので、そこに入れちゃいましょう。しかし、まだ早朝の6時半ですよ。やっぱ恋線の先輩たちは気合が違いますね。朝一に車をきれいにして、どこか出かけるのでしょうか。今日来たのはここ。オートスクエアとくらっていうコイン洗車場です。この辺だと、ここくらいしかコイン洗車場を知りません。あとは、国立か東村山が近いでしょうか。平日は、わりかし空いていますが、土日はいつも混んでます。洗車機は、門型2台とスプレー洗車機6台、あとはよくある、マット洗車機とか水道とかあります。私は撮影もあるし、吹き上げを一番遠いスペースで、したかったんですが、そこもいっぱいだったので、皆さんと並んで吹き上げしました。さて、どのコースにしようかなって悩んだんだけど、ここでやったことないんでよくわかりません。アワムース洗車の B コースにします。時間とかが余裕持って洗車できそうな気がしたのが理由です。私が失敗したなって思ったのは、ブラシを使って洗車したこと。ブラシのプラスチックの硬いところが、車体にぶつかるんですよ。やっぱスポンジ使った方が、車体を傷つけないし、洗い残しがないと思う。あとは、吹き上げスペースで水を拭き取りました。ちなみにリュック背負って洗車してるのは、スマホホルダーをリュックにつけて、撮影しているからです。しかし横で撮影したはずが、なぜか縦で撮影されていて、画角が横にずれていました。切り取って編集してるので、見づらくなり申し訳ございません。話を少し戻すけど、昔、コイン洗車場で洗車していた時、NSX がやってきて、ものすごい手際の良さであっという間に、ピカピカにして去っていったのを目撃したことがあります。多分業者の人だと思いますが、恋線のプロってこういう人のこと言うんだなって感心した覚えがあります。あとはゼロウォーターを試行して終了です。仕上がりは、まあまあですね。手洗い洗車の方がボディにダメージないからまめにしたいけど、暑かったり寒かったりで、やっぱコスパもいいガソリンスタンドで洗車機で洗車したい誘惑はありますね。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。